ヨーグルトティラミスを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はヨーグルトティラミスを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、水切りヨーグルトを使ってティラミスを作っていきたいと思います。さらにですね、今回はおからパウダーを使って電子レンジで簡単にスポンジを作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにティラミスクリーム部分の材料をご紹介します。材料はこちらです。無糖ヨーグルト、生クリーム、蜂蜜、レモン汁、ココアパウダー、こちらの材料を使って作っていきます。まずですね、ヨーグルトは無糖タイプのものを使用してください。こちらは水切りして使用します。そして生クリームはですね、こちらお好みの生クリームを使っていただいて OK です。今回私は動物性の乳脂肪分が 35% の生クリームを使っていきます。そして甘みなんですけれども、水切りヨーグルトを使って味わいがさっぱりしているので、蜂蜜でコクをつけたいと思います。こちらはですね、お好みのお砂糖で代用していただいて大丈夫です。その際は甘さはお好みで調整してください。そしてティラミスクリームの間に挟むスポンジ生地の材料をご紹介します。今回はですね、おからパウダーを使って作っていきたいと思います。材料はこちらです。おからパウダー、無調整豆乳、卵、お砂糖、サラダ油、ベーキングパウダー、インスタントコーヒー、お水、こちらの材料で作っていきます。まずですね、おからパウダーなんですけれども、できるだけ微粒子のものを使っていただくととてもしっとりとして口当たりの良い食感になります。そしてこちら無調整豆乳なんですが、こちらは牛乳で代用していただいても大丈夫です。そしてこちらに使うお砂糖はですね、お好みのものを使用してください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにヨーグルトを水切りしていきます。まずですね、ボウルとあとはザルを用意してください。ここにキッチンペーパーを1枚敷きます。そしてここにヨーグルトを入れます。はい、そしてパタパタパタとキッチンペーパーを折って、また上からキッチンペーパーをかぶせてください。そしたらですね、この上に重しになるようなね、お皿とか何でもいいです。容器でも何でもいいので、上にポンと置いてください。そしてこのまま1時間ほど水切りします。それでは続いてヨーグルトを水切りしている間におからのスポンジケーキを作っていきたいと思います。まずティラミスを入れる容器か、またはね耐熱の容器を用意してください。今回このスポンジケーキは電子レンジで簡単に作っていきたいと思います。なのでね、こういったね容器がない場合はレンジで使える耐熱のタッパーを使っていただいても大丈夫です。それではまずね、ここに卵を割り入れます。そして軽く溶きほぐします。はい、そして溶きほぐしたらここにお砂糖を入れてください。そしてよく混ぜましょう。そしてよく混ざったらここにサラダ油を加えます。こちらの油もですね、米油とかお好みの油を使っていただいても OK です。ただね、ちょっとオリーブオイルとかは香りに癖があるので、香りに癖のない油を使っていただくといいかなと思います。そしたらよく混ぜましょう。はい、混ざりました。そしてここに豆乳を加えます。そして混ぜます。でよく混ざったら最後ここにおからパウダーとあとはベーキングパウダーを加えます。そしてふるって加えます。でよく混ぜましょう。おからパウダーのダマができないようにしっかり混ぜてください。はい、よく混ぜました。ちょっとね周りにね生地がついちゃってるので、これを一旦ねヘラとかで落としてください。はい、OK です。そしたらここにふんわりラップをします。それではこちらを電子レンジ 600W で2分30秒から3分ほど加熱していきます。はい、加熱しました。今回私はね3分加熱しました。こちらは電子レンジの種類だったりとか、あとは容器の大きさでもね適正な加熱時間が変わると思いますので、様子を見ながら時間は調整してください。そしたらね、やけどしないようにラップを外します。すごくね器が熱くなってるのでやけどしないように注意してください。そしてまな板の上にラップを敷いてください。そしてこちらの容器を裏返します。よいしょ。はい、落ちました。そしてやけどしないように器を取ります。こんな感じで美味しそうに仕上がりました。ではですね、こちらラップでくるみます。そうしましたらこちらを粗熱を取ってしっかり冷まします。はい、水切りが終わりました。こんな感じに仕上がってます。
はい、こんな感じでとても濃厚なヨーグルトに仕上がってます。1時間ね、水切りしただけでもこのようにしっかりと水分を出すことができます。こちらの出た水分なんですが、これはホエイといって栄養分もあるので、このままね、野菜ジュースとかあとはフルーツジュースに入れて召し上がっていただくといいかなと思います。ぜひこちらもね、活用してください。ではボウルの中に水切りしたヨーグルトを入れます。よいしょ。キッチンペーパー残さないようにね、しっかりチェックしてください。そしたらこの中に蜂蜜を加えます。そしてよく混ぜましょう。はい。で、このようにね、滑らかになるまでしっかりと混ぜてください。そしてここにレモン汁を加えます。そして混ぜます。ヨーグルトの準備はこれで OK です。それでは続いて生クリームを泡立てます。ボウルを氷水に当ててください。そして生クリームを入れます。そしてこちらをですね、だいたい7分立てぐらいですね、ピンと角が立つまで泡立てていきます。はい、OK です。このように角が立つまでふわっと混ぜてください。それではこの2つの生地を合わせていきます。まずヨーグルトの方に生クリームを1すくい入れましょう。そしてよく混ぜます。1回目はね、結構しっかりめによく混ぜてください。2つの生地をなじませるイメージですね。そしてもう1すくい入れます。そしてふわっとね、今度は混ぜていきます。はい、OK です。そしたら最後はね、こちら生クリームのボウルに移し替えます。これで混ぜムラを防ぐことができます。そして今度はね、ゴムベラでふわっと混ぜましょう。はい、OK です。このようにしっかりとふわっと混ぜるようにしてください。ティラミスクリームはこれで OK です。ではね、ティラミスクリームは絞り袋に入れていきます。こちらをちょっと細長い容器にセットしてください。そしてこの中に入れます。はい、ティラミスクリームの準備はこれで OK です。このようにね、絞り袋に入れていただくと作業しやすいです。ただね、こういった絞り袋がない場合はスプーンを使って容器に入れていただいても OK です。続いてこちらのね、スポンジケーキを切っていきます。粗熱が取れたらラップを外して、そしてこちらを半分にスライスしていきます。大体で OK です。このように半分にしてください。そうしましたら続いてこちらのインスタントコーヒーを溶かしていきます。容器にインスタントコーヒーと、そしてお水を加えます。そして混ぜましょう。このね、私が使ってるのはお水でも溶けるタイプなので、このままね、お水で溶かします。これがね、お湯で溶けるタイプのものに関しましては、軽く電子レンジで加熱して、そして溶かしてください。はい、インスタントコーヒーがしっかり溶ければ OK です。それでは仕上げていきます。ではまずね、スライスしたスポンジを入れます。底の部分に敷いてください。そして先ほど溶かしたインスタントコーヒーをかけます。はい、このように染み込ませました。それではですね、こちらのクリームをのせていきます。ではね、口を切ります。よいしょ。そしてね、半分ぐらいまでクリームを入れていきます。はい、このように入れました。そしたら間にね、残りのスポンジ生地を入れていくんですけれども、お皿の上でインスタントコーヒーを染み込ませてからのせたいと思います。このようにのせて、そしてインスタントコーヒーを染み込ませます。で、あんまりね、時間を置いちゃうと柔らかくなっちゃうので、この作業は手早くしてください。はい、このように染み込ませましょう。そしてこちらの容器にのせます。よいしょ。こんな感じです。それでは最後ね、クリームを絞ります。はい、絞りました。そしたらこういったナイフでね、最後表面を平らにしていきます。はい、OK です。ちょっとね、縁を拭きました。それでは一度ね、こちらを冷蔵庫で30分ほど冷やします。はい、冷やしました。それでは最後、ココアパウダーをかけて仕上げます。はい、このようにココアパウダーを振りかければ OK です。あとはね、食べる時に少し冷やしていただくとよりひんやりして美味しく召し上がっていただけると思います。これで完成です。はい、これでヨーグルトティラミスの完成です。こんな感じに仕上がりました。間にはね、おからパウダーで作ったスポンジケーキを挟みました。とても美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。すごくふわふわです。では、いただきます。すっごく美味しいです。美味しい。ヨーグルトで作ったとは思えない美味しさです。美味しい。
ティラミスクリームにきちんとコクがありますね。そしてね、コーヒーを染み込ませたおからのスポンジもすごく合います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のヨーグルトティラミスのポイントです。まずヨーグルトはですね、こちらは1時間しっかり水切りしてください。水切りする時もですね、上にね、重しになるものを置いていただくことで、1時間でしっかり水抜きをすることができます。水抜きし終わった後のヨーグルトのグラムなんですけれども、だいたい 200g 前後あれば OK です。水切りしたヨーグルトはですね、しっかりと混ぜて滑らかな状態にしておいてください。そしておからのスポンジを作る時のポイントです。今回はですね、電子レンジで簡単に作れるレシピをご紹介しました。こちらをですね、入れる容器でね、作っていただいても大丈夫ですし、今回使ったね、大きい型ではなくてカップに作りたい時はタッパーなどで大きめに作っていただくといいかなと思います。今回私が使用した容器は丸い容器なんですけれども、容量は 620ml ほどになります。容量はですね、600ml 前後ぐらいのものになりますので、こちらは目安にしていただけたらと思います。そしておからのスポンジを作る時はですね、材料をしっかり混ぜて、最後おからパウダーがダマにならないようにきちんと混ぜるようにしてください。加熱時間に関しましては電子レンジの種類だったりとか、あとは加熱する容器の大きさとか、あとは形によっても変わってくると思いますので、様子を見ながら加熱時間は調整していただけたらと思います。そしてですね、水切りしたヨーグルトと泡立てた生クリームを合わせる時なんですけれども、こちらは数回に分けて混ぜるようにしてください。そうすることで混ぜムラもなくふわっとした仕上がりになります。あとはおからのスポンジにコーヒーを染み込ませてクリームと一緒に容器の中に入れてください。全部入れ終わったら表面をならして、その後冷蔵庫で30分ほど冷やして、食べる時にココアパウダーを振って召し上がってください。今回私はですね、おからパウダーを使っておからスポンジを作ったんですけれども、こちら普通にね、フィンガービスケットを使ったりとか、あとはマリービスケットみたいなものだったりとか、普通の市販で売っているスポンジなどを使っていただいても OK です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ふわふわ濃厚でとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はヨーグルトティラミスを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。